皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自民党の高市政調会長が小泉純一郎元総理大臣やまたそのような総理経験者5人を相手取って抗議するといったことがニュースになっています。どのような話題について高市政調会長が抗議するかといえば、それは小泉元総理大臣らがデマを流しているからです。そのデマというのは、福島県では多くの人たちが甲状腺がんに苦しんでいるという間違った話を流しているからです。今回の動画においては、じゃあどうしてそのようにはっきりと間違っていると言い切ることができるのか、そのあたりについての話とともに、同じような話を今でもする人たちがいるのですから、その人たちに対して、あなたたちの言ってることは間違っているんですよという、そういった私たちの方が正しい知識を持って指摘できるような、そのような知識を皆さんにご紹介しようと思います。それでは、高市政調会長が5人の総理経験者らの流している話は間違っていると抗議した話、そのことについてニュースを見ていきましょう。自民、高市政調会長、原発事故めぐる元首相5人連名の書簡に抗議。小泉元総理大臣ら5人の総理大臣経験者が東京電力の福島第一原発の事故で多くの子どもたちが甲状腺がんに苦しんでいるなどとした書簡を EU ヨーロッパ連合に送ったことについて、自民党の高市政務調査会長は誤った内容だとして抗議する考えを示しました。小泉元総理大臣が顧問を務める民間団体原発ゼロ自然エネルギー推進連盟によりますと、小泉氏は先月、細川護熙氏、菅直人氏、鳩山幸夫氏、村山富市氏の総理大臣経験者5人の連名でEU に脱原発を促すための書簡を送り、東京電力の福島第一原発の事故について、多くの子どもたちが甲状腺がんに苦しみ、莫大な国富が消え去ったなどと記載しました。記事の補足情報として、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟の公式サイトからこの関連の記述を拾い上げます。欧州委員会が2050年に温室効果ガス排出ゼロの目標を達成するためにグリーンな投資対象として原発を加えようとしている動きに対して、元首相5名が共同声明を欧州委員会に対して発表し、外国人記者クラブで記者会見を行いました。この時の EU 向けの書簡に先ほどの文章が書かれています。これについて自民党の高市政調会長は記者会見で政府に確認したところ、福島県の子供に見つかった甲状腺がんは国内外の公的な専門家会議で、現時点では原発事故による放射線の影響とは考えにくいという評価が出されていると指摘しました。その上で、誤った情報に基づいて風評が広がることは、農林水産品の輸入規制の解除に向けた様々な方の血の滲むような努力を水泡に帰しかねない5人の総理大臣経験者に対し抗議の意思を表明すると述べました。総理大臣経験者5人が福島県では甲状腺がんに苦しんでいる人たちがたくさんいるんだという話をしたわけですが、実際のところどうなのか、そのあたりについてのニュースというのはすでに出ています。福島県民、がん増える可能性低い。東京電力福島第一原発事故の被爆による健康影響を評価した報告書を原子放射線の影響に関する国連科学委員会が発表した。報告書は2014年以来、最新の知見を反映して福島県民らの被爆線量を再推計し、前回の値を下方修正した。これまで県民に被爆の影響によるがんの増加は報告されておらず、今後もがんの増加が確認される可能性は低いと評価した。科学委員会は欧米や日本など27カ国の科学者らで構成、世界中の論文を検証し、被爆による健康影響の科学的根拠をまとめるのが役割。報告書は世界の科学研究や各国の政策のベースとなる。1986年のチェルノブイリ原発事故では、被爆の影響で子供の甲状腺がんが増えたと結論付けていた。甲状腺がん疑いの診断については、福島県が2011年6月から県民健康調査では、事故時18歳以下の子らを対象にした甲状腺検査で251人が甲状腺がんが疑いと診断された。科学委員会は報告書で、被爆の影響ではなく、高感度の超音波検査によって生涯発症しないがんを見つけた過剰診断の可能性があると指摘した。県の評価部会の専門家も同様の指摘をしているが、県などへの不信感から健康影響を心配する人もいる。全身への被爆線量も下方修正され、県全体の成人で
平均 5.5 ミリシーベル以下となった。がんで亡くなる人が明らかに増えるとされる100ミリシーベルと大きく下回り、県民の間で将来健康影響が確認される可能性は低いと評価した。科学委員会の議長は取材に対して、今回の報告書が福島の人たちの安心につながることを強く願うと語った。科学委員会の元日本政府代表で東京医療保険大の教授によると、今回の報告書は客観性を保つため、日本以外の専門家が執筆したという。国連の科学委員会が指摘していた過剰診断といった問題などについては、どのような事情があるのか見ていきましょう。子供や若者の甲状腺がんの早期発見は有害無益である。福島では現在300人もの子供や若者が甲状腺がんと診断されています。このような世代が甲状腺がんにかかることは極めて稀であり、福島県の人口を考えれば異常事態であることに間違いありません。この事態にどう対応すべきなのでしょうか。福島の子どもたちに見つかっている甲状腺がんのほとんど全てが、症状が出る前の小さな甲状腺がんが、いわばがん検診として実施された超音波検査を受けることでたまたま発見されたケースです。上記の問いの結論を出すためには、子どもたちにがん検診として甲状腺超音波検査を受けさせることが良いことなのか否かということを知る必要があります。これからそのことを考えてみましょう。まず、がん検診で早期に見つけたらいいことがあるがんとはどんながんなのかということを説明します。がんはその種類によって成長のスピードが異なります。膵がんなどは成長が非常に早いのでチーターに例えられます。肺がんや胃がんはウサギです。髪型のがんは症状が出てから治療しても間に合うことも多いので、早期診断があまり有効ではありません。そしてこの髪型のがんというのが甲状腺がんになります。若年者の甲状腺がんは成長が早く派手に転移もします。一見ウサギ型のように見えます。しかしこのような性質に反してこの病気で死に至ることは滅多になく、20年以内の死亡は極めて稀で、生涯生存率は 95% を超えています。どうしてこのような矛盾した性質を示すのか、最近になってようやくその理由が分かってきました。実は大部分の甲状腺がんの最初の発生は幼少期なのです。甲状腺がんは一般的には成長が遅いと考えられていますが、ここから10代、20代までは意外に早く成長します。またこの時期の甲状腺がんの細胞は移動する能力が高く、高い頻度で甲状腺の周囲、特に首のリンパ節に転移します。しかし変わっているのはここからの成長の仕方です。30歳に近づくと、このようながんの成長は次第に緩やかになり、その大部分が成長を止めてしまうのです。事実、30代以降に甲状腺の超音波検査を実施すると、小さな甲状腺がんは200人に1人程度に見つかり、手術をして調べれば、甲状腺の外までがんがしっかり広がっています。しかしこのようながんは検査をしなければ、一生気づかれることはないのです。福島の子どもたちに甲状腺がんがたくさん見つかったのは、これらを精密な超音波検査で掘り起こしたことが原因です。そもそも若年者の甲状腺がんでがん死に至ることは滅多にないので、早期発見したところでこれ以上の改善を見込むのは難しく、超音波検査で若年者の小さながんを早期発見して治療しても死亡率の低下には役立ちません。多くの方にとってこの結論は予想外かもしれませんが、若年者の甲状腺がんの成長の仕方を考えれば当然の結果です。記事はここまでなので少し補足情報を入れておきましょう。甲状腺がんについては生涯にわたり健康に影響しない潜在がんが多いと言われています。そして他のがんと比べて症状が出てからの放射線治療の効きが良く、術後の死亡原因となることも少ないということがデータとして明らかになっています。まず最初に全体構造の話からしますが、現在 EU においては持続可能なエネルギー源として天然ガスと原子力発電についてこの2つをこれからも使っていこうという話になっています。これに対して抗議するための声明を出したのが5人の元総理大臣経験者というわけです。しかし現在の環境保護といった観点から考えると、原子力は別にこの活動に反しているわけではありません。特に現在では CO2 をはじめとした気候変動に影響の与えるものに対してより注意深く見ていこうという話になっており、そう考えた場合においては原子力発電所というのは基本的には放射性廃棄物質は出しますが、それらは基本的に石炭火力発電所などに見られるような CO2 排出といった面においては圧倒的に環境に良いと考えられるからです。もちろん実際問題としてはウランを掘り出すためにも多くの CO2 排出を伴うわけですが、そうであっても全体のトータルで見た場合においては
使っていけるエネルギー源と考えられるわけです。そのような原子力発電所に対して、いやいや福島第一原発で起きた事故を見てごらんよ。こんなにも多くの人たちが不幸に見舞われているではないか。といったその実例の一つとして、甲状腺がんで苦しんでいる子どもたちが大量に生まれているんだという話を引き合いに出しているわけです。ただし、今回のご紹介した記事にもあるように、基本的にこの考え方というのは間違った話です。そもそも論として、福島第一原発における事故、その影響によって福島県でがん患者が大量に発生しているという事実はそもそも存在しません。そのようなことについては基本的には日本ではなく日本以外の国連科学委員会がそのことについて報告をまとめてくれました。そのことを記事でご紹介しました。日本政府がこういった発表をするとそんなものは信じられないというふうにして反原発派の人たちが言い出すこともあって、そのようなことにならないように基本的には外部の意見を大事にしましょうねということから、この国連の科学委員会の報告というのは非常に重要なわけです。また多くの人たちにチェルノブイリ原発の比較において甲状腺がんが増えるかもしれないからいっぱい調べようねという話から出てきたのが福島県における甲状腺がんの超音波検査だったわけです。ところがこの点について言っても、そもそも放射線の被曝量が少ないんだからほとんどがんに影響はありませんよという話からすると、この甲状腺がんの見つかった数は一体どういう意味なのかといったところが、まさに反原発派の人たちにしてみれば利用しやすい数値だったわけです。しかしこの点についても誤りがありました。そもそも多くの人々は潜在がんと呼ばれるような形で甲状腺がんを持っていることは別に珍しいものではありませんよというのが3つ目に紹介した記事でした。しかし多くの人々にとってはそうした甲状腺がんが子供の頃にできたとしても一生涯全く健康に影響を与えないまま他の死因で亡くなる人の方が多いというのがデータとして出てきています。ですから潜在がんについて見つかっている、だからこれは福島原発の影響により多くの人たちが苦しんでいるんだという論理立ては間違っているわけです。むしろ今回のようにがんが増えるかもしれないから徹底的に調べなさいとなって、本来であれば一生涯健康に影響がないような甲状腺がんを見つけたことはむしろ過剰診断ではないかという指摘が出ています。一体何が問題なのかといえば、たとえ多くの人 95% が一生問題ありませんよとなっても 5% の人には影響がある。だからこの甲状腺がんと診断された人たちは一生涯自分ががん患者かもしれない、いつ死ぬかわからないかもしれないといった不安を抱え込むこととなります。もちろんこの場合だと子供が甲状腺がんですよと言われた親の負担というものも非常に大きいもので、そうなれば何としても小さいうちにこれをすぐにでも取り除いた方がいいと考える親は非常に多いはずです。ところがここに大きな問題があって、症状が出るぐらいに甲状腺がんが大きくなった場合においては放射線治療といったなるべくピンポイントにがんを攻撃するような治療もできるわけですが、子供の時にできたまだ症状も何にも出てきていない小さな甲状腺がんをさあ取り除こうと思った時に放射線治療では少し難しいわけです。そのようなことをすれば健康な細胞などを一緒にメタメタにやっつけてしまって、それこそ健康被害が一生涯残ることとなります。本来であればほとんどの人にとっては何の影響も与えなかった甲状腺がん、しかしそれを子供のうちに見つけたことによってそれが悪い症状をもたらすのかどうかも全くわからないから全部やっつけてしまおうとなって、もしかしたら本来だったら負わなくてよかったような甲状腺の機能障害など一生子供の頃から死ぬまで負うかもしれない人たちがたくさん出るかもしれないのです。またそのような話だけではなく、もしも外科的な手術でこうした甲状腺がんを全部取り除こうとすれば、もしかしたら甲状腺以外の神経などに傷を負ってしまい、それによる障害や合併症なども一生残るかもしれません。そのような負担がもたらされることによって多くの人がいらないリスクを負ってしまったという、そのような問題が過剰診断と指摘されているわけです。以上のようなことから基本的には今回の話、反原発派の人たちが福島県の子どもたちが甲状腺がんで多く苦しんでいるんだという話はそもそも間違った話であり、しかもその話、甲状腺がんをいっぱい見つけたということについて言っても、そもそもそのようなことをすることによってより多くの人たちが健康被害を受けるかもしれないということで、非常にデメリットの多い話だったわけです。
反原発派の人たちがこのような形で情報を意図的に悪い方向に取りまとめて世界へと発信する。そしてその主体となっているのが5人の元総理大臣経験者というのも、これまた恐ろしいことだと私は思います。そういったわけで自民党やもしくは高市政調会長が今回の件に関して抗議を行うとしたのも、私は非常に正しい行為だと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。